今の会社を辞めて起業したいんだ。妻の麗華に相談すると激高した。どうして一流企業を辞めて成功するかどうかもわからない自営業なんてやるのよ。そんなの私が苦労するじゃない。俺は申し訳ない気持ちで彼女に告げた。確かにビジネスが軌道に乗るまでは時間がかかるだろうし、君に苦労をかけるかもしれない。でも、どうしてもやりたくて。説明し終わらないうちに、麗華が俺の言葉を遮った。私はね、一流企業のエリートサラリーマンと結婚して専業主婦になるのが夢だったの。大会社の社長夫人ならまだしも、これから立ち上げる会社の妻だなんて、まっぴらよ。麗華は離婚を突きつけた。思えば出会いの時点から、彼女は俺の肩書きが目当てだったのだ。麗華とは3年前に飲み会という名の合コンで知り合った。男性側の主催者は俺と同じ会社の同僚で、女性側は彼の恋人で大学時代の友人を誘っていた。そこにいたのが麗華だった。麗華はかなり目を引く容姿で、大学のミスコン優勝者なのだと主催者である彼女の友人が紹介し、男性側は一気に盛り上がった。確かに彼女は美人だが、俺はどちらかというと派手系より清楚系の女性が好みだったので、第一印象で惹かれたわけではなかった。だが、席替えで隣に座った彼女はよく気が利き、お酒の追加を聞いたり、サラダを取り分けたり、他に食べたいものはないかと気遣ってくれたことに心惹かれた。その後の二次会では、俺の話を興味深そうに楽しく聞いてくれ、趣味が合うと感じた。それから交際に至るまでに時間はかからなかった。麗華は交際してからも常に俺に気遣い、優しい女性だった。ただ一つ気になったのは、すぐに結婚を話題に持ち出すことだった。将来子供を持ちたいなら、早く産んだ方がいいって母がうるさいのよね。独身男性は既婚男性に比べて出世が遅いらしいって知ってた？直接結婚したいと口には出さないが、早く結婚したくてたまらないという彼女の強い思いが伝わり、プレッシャーに感じた。俺はようやく仕事を覚えて楽しくなってきたところだったので、しばらくは仕事に集中したい気持ちが強かったので、彼女の言葉をのらりくらりと交わしていた。だが、麗華は俺に黙って、婚約者だと言って俺の両親に会いに行き、早く麗華さんと結婚してあげないとかわいそうよ、と母親に言われて外堀を埋められ、結婚することを決意したのだった。それでもその時はまだ、どうせいつかは結婚するつもりだったわけだからいいかと思っていた。間違いに気づいたのは結婚してからだった。麗華は寿退職して専業主婦になったわけだが、掃除はめったにせず、家の中は散らかりっぱなし、洗濯物は山のように溜め込み、料理はスーパーで買ってきたお惣菜を皿に盛り付けて出していた。なあ、少しは家のことやってくれると俺も助かるんだけど、そんなことを言った日には、専業主婦が暇だと思ってんの？朝から晩までやることがたくさんあって、毎日忙しいんだからね。文句があるならあなたがやったらいいでしょ？と逆上してくるのだった。今まであれほどメイクを完璧にして服装に気を使っていたのに、麗華はずっとパジャマのままですっぴんで過ごすようになった。結婚するまで彼女の素顔を見たことがなかったのだが、相当のメイク術を持っていたことが分かった。
性格で選んで結婚したはずだったのに、俺は女性を何も分かっていなかったのだ。女というものは欲しいものを手に入れるためにはどんな手段も使うのだと、痛いほど身に染みて感じた。麗華は離婚に際し、専業主婦であっても財産分与を受ける権利があると主張して、半分の財産を請求した。家事労働をまともにしていない彼女に対して、どうして半分も財産を渡さなければならないのかと、俺は憤った。だがこれ以上彼女に関わりたくなかったし、すぐにでも離婚したかったので、彼女の要求を飲むことにしたのだった。麗華と離婚して起業を実現したが、彼女に半分もの財産を奪われたために多額の借金をする羽目になった。俺はビジネスを軌道に乗せるため、朝から晩まで必死に働き、営業に飛び回った。だが、せっかくのビジネスチャンスを他との商談中に逃してしまうことが重なり、まだ赤字経営ではあったが、事務員を一人雇うことにした。不況の折もあり、ハローワークや広告に求人をかけたところ、すぐに事務員の応募があった。その中で、大卒でそれまで一流企業に勤めていたという川端さんを事務員として採用することにした。なぜ一流企業を退社してうちに応募してくれたんですか？川端さんに尋ねたところ、起業に興味はあったんですけど、何もかも一から自分でやるとなると大変だなと分かったので、だったら新しく立ち上げた会社を支えながら成長していきたいと思いました。その答えを聞き、彼女とならきっと会社を大きくできると思ったのだった。実際、川端さんはよく働いてくれた。電話の取り次ぎだけでなく、営業の応対までしてくれ、彼女によって決まった契約もある。簿記の資格を持っており、以前は経理部に勤めていたことから、税金にも詳しく、安心して経理を任せることができた。会社の経営は順風満帆とはいかず、思うように利益が上がらなかったり、なかなか契約が取れない時もあった。だが、そんな時はいつも彼女の言葉に励まされた。今回ダメでも、その失敗を生かして次の契約につなげましょう。きっとどこかに原因があるはずです。私も一緒に探しますから、打開策を考えましょう。彼女は単なる事務員ではなく、ビジネスパートナーのような存在だった。実を言うと、事務員を募集した時点では男性を雇うつもりだった。なぜなら俺は、麗華との一連の離婚騒動により、すっかり女性不信となり、女性と話すことに苦手意識を持つようになっていたからだ。だが、川端さん以上に優秀な人材がいなかったため、あくまでもビジネスとして考え、彼女を雇用したのだった。それが、川端さんと接するうちに、彼女への信頼が築かれていき、女性不信が薄れていくと、今度は一人の女性として彼女を意識するようになっていった。俺は自分を律し、彼女に決して気持ちを悟られないように細心の注意を払った。俺は彼女にとってたった一人の上司なのだ。その俺が彼女への恋心を告げたら、それはプレッシャーとなり、会社の居心地を悪くさせてしまう。下手したらパワハラだと訴えられかねない。大事な事務員を失うわけにはいかなかった。そんな俺の気持ちを知ってか知らずか、ある日の仕事終わりに帰宅しようとした俺を川端さんが呼び止めた。ずっとこんなこと言ったら社長に迷惑がかかると思って言えませんでしたが、私、社長を尊敬する気持ちと同じくらい、社長のことを一人の男性として好きになりました。もし迷惑であれば、私を解雇しても構いません。まっすぐに俺を見つめて告白してくれた。
こんなに胸がドキドキしたのは、中学生の時に好きになった女の子に告白して以来じゃないだろうか。こんな俺でよければ、よろしくお願いします。それから7年の月日が経った。事務員だった理恵子は、結婚してからは俺の秘書となり、公私ともに支えてくれている。あれから会社は思った以上に大きく成長し、今では本社に50人、支社を合わせると500人以上の従業員を抱えている。最近では地元のビジネス雑誌にまで取り上げてもらえるようになったほどだ。そんなある日、秘書の理恵子が電話を取り次ぎ俺に告げた。社長、前妻だという池澤玲香さんが面会に見えてますが、どうされますか？思わず眉を潜めた。きっと俺がビジネスで成功したのをどこかで嗅ぎつけてやってきたに違いない。ここで断ることもできるが、後々面倒なことにはなりたくない。わかった。会おう。理恵子はその旨を内線を通じて受付に伝えて電話を切った。あなた、大丈夫？それは秘書としてではなく、妻として心配している表情だった。理恵子と交際するにあたって、俺がバツイチであることは伝えていたし、玲香との離婚の経緯についても話していた。そんなことから彼女は俺を気遣ったんだろう。ああ、大丈夫だ。君がいるからね。俺が答えると、理恵子が微笑んだ。しばらくして、理恵子が玲香を俺のいる社長室へ案内した。お茶をお持ちいたします。理恵子がそう告げて部屋を立ち去った途端、玲香は俺のもとへ歩み寄った。友也、私あなたと離婚して自分がいかに悪い妻だったか反省したの。私にはやっぱりあなたが必要だわ。お願い、心を入れ替えていい妻になるから再婚してくれない？あまりのご都合主義な言い分に思わず鼻で笑ってしまった。大会社の社長夫人ならなりたいって君は言ってたもんな。玲香が慌てて取り繕う。違うわ。私あなたのことを愛してるって改めて気づいたの。ねえ、私今でも魅力的でしょ？こんないい女逃す手はないと思わない？膝上のスカートをちらりとたくし上げる下品な仕草にため息があふれた。悪いが、俺には最愛の妻がいるんだ。迷惑だから今すぐ帰ってくれ。その時、コンコンとノックの音が響き、理恵子がお茶を手に部屋に入ってきた。彼女が渡辺理恵子さん。俺の秘書であり、妻だよ。俺が紹介すると、理恵子が美しい所作でお茶を出し、お辞儀をした。主人がお世話になりました。穏やかで気品ある彼女にしては、トゲを感じる言い方だった。この女が智也の嫁？嘘でしょ？こんな地味でつまんない女、社長夫人にふさわしくないわよ。玲香がわめきたて、俺は立ち上がった。俺に対して文句を言うならまだしも、理恵子を見下す発言を黙って見過ごすわけにいかない。その途端、理恵子が玲香に微笑んだ。その地味でつまんない女に負けたのは、どちらでしたっけ？池澤玲香さん。玲香が顔を思いっきりしかめる。はあ？何言ってんのあんた。私のこと覚えていらっしゃらないかしら。大学のミスコンで優勝した川端理恵子です。理恵子がそう名乗った途端、うっそ、あの
川端理恵子なの？麗華は顔を青ざめさせた。え、じゃあ、麗華がミスコン優勝者っていうのは嘘だったのか？そう反応した俺に、理恵子が一枚の写真を手渡した。そこには、優勝トロフィーを手に笑顔を見せる華やかな容姿の理恵子が写っており、写真から切れそうな端に悔しそうな表情を浮かべる麗華が立っていた。もしかしたら麗華さんが乗り込んでくる可能性があるかもしれないと思って、引き出しに忍ばせておいたんです。まさか本当に役立つ日が来るとは思いませんでしたけど。俺は驚きながら理恵子を見つめた。じゃあ君は、俺の前妻が同じ大学でミスコンで一緒になった麗華だと以前から知っていたのか？理恵子がうなずく。ええ。実は、麗華さんがあなたと出会った飲み会ですが、本当は私が参加する予定だったんです。さらなる事実に驚きを隠せない俺に、理恵子が説明する。大学時代の友人から、一流企業のエリートサラリーマンとの合コンに誘われたが、理恵子は乗り気ではなかった。その後、友人が偶然麗華と街で会って、うっかり合コンの話をしてしまったところ、参加したいと熱烈に頼まれ、その話を聞いた理恵子は参加を辞退したのだという。合コンをした後に理恵子は友人に会い、麗華から大学のミスコン優勝者だと紹介してほしいと頼まれて嫌だったと聞いていた。もしかしたら、俺は麗華とではなく、最初から理恵子と出会い、幸せな結婚をしていたかもしれないと思うと、運命を呪いたくなった。大学時代は友人たちに影響されて派手なメイクをして、推薦されてミスコンにも出たりしていましたけど、容姿やミスコン優勝という肩書きにつられてくる男性たちに辟易しまして、今はすっかり地味でつまらない女になりました。理恵子の言葉を俺は否定する。いや、君はそのままでも美しいよ。だが、麗華にはこの写真を見せた方がいいかな。俺はスマホを取り出し、写真を見せた。これは先日、夫婦でパーティーに出席した時の写真だ。そこには、大学時代と変わらず、華やかで美しいドレス姿の妻が写っていた。理恵子がミスコンで負けた時同様、悔しそうな表情を見せる。失礼するわ。足音を響かせ、立ち去る彼女に、俺たちは顔を見合わせて笑った。どうして麗華のことを知っていたなら、俺に言わなかったんだい？麗華が去ってから、俺は理恵子に疑問をぶつけた。だって、麗華さんとのことは過去の出来事だし、今後関わることもないだろうから言及する必要はないと思ったの。俺のもとへ乗り込んでくることがなければ、麗華は過去の嘘を暴かれることも、大恥をかくこともなかったのに、とんだ失態を犯してしまったというわけだ。一方で、麗華の嘘を知りながら、俺に言わなかった理恵子に対し、彼女の優しさや気遣いを感じたのだった。私ね、あなたが私を容姿ではなく中身を知って好きになってくれたことがわかるから、とても嬉しいし、あなたと共に生きていきたいって思ったの。理恵子の言葉を聞き、この人と出会えて本当に良かったと胸を熱くした。彼女をこれからも大切にし、互いを尊重し、高め合おうと思ったのだった。